こんにちは、盆栽職人見習いとしです。今回はですね、ここ高松市にあります栗林公園にやってまいりました。今回は庭園を見て盆栽職人としての意見を発していければいいかなみたいな企画を考えたので、いろいろこう楽しみながらやっていきたいなと思います。栗林公園って高松にいる人はもうおなじみっていう感じなんですけど、香川来たことない人とかあんまり香川知らない人はどんな公園なんだろうというか、本当知らない人は多いと思うんですけど、大名庭園かな、だいたい確か300年前ぐらいに完成した大名庭園で、めちゃくちゃ広いです。一周ぐるっと回るのに1時間ぐらいかかりますよね。かかりますね。ですよね。ゆっくり見てたらもうちょっとかかるかも。ゆっくり見てたらもうちょっとかかる、はい、紅葉とかも楽しめるし、どのシーズンに来ても楽しめるような場所なんで、すごいおすすめのスポットなんですよ。でここにやっぱ松がすごく多くて、僕なりの鑑賞ポイントとかっていうのも皆さんにお伝えできるかなと思います。早速、はい、松があります。これは何松ですか？これ黒松ですね。黒と赤がありますね、たくさん。そうですね。こういう松のこういう大きい形って、はい、これも形で作るものなんですか？本当これ長年かけて作ってきてるとは思うんですけど、これ自然の形？いやちょっと人工っぽいですよね。枝にもこう動きがあるじゃないですか、幹にもあるし、だから盆栽に近いっちゃ近いですよね。いわゆる庭木って言うと本当皆さんああいうものをイメージするんですけど、これは何ですか？ヒマラヤ杉。ヒマラヤ杉。はい。これも杉の木。これで樹齢どれくらいなんだろう。110年以上。これで110年ぐらいなんですか？なんかいつも盆栽のちっちゃいの見ても結構100年以上とかね、100年とかって言われるから、だからこれ今幹回りで 5.2 メートル、高さどれぐらいですかね。20メートルぐらいですか。110年以上でもう盆栽ではこう鉢の中にギュッと入ってるようなものがもうざらにあるんですけど、そう思うと鉢に入ってるっていうのはやっぱなかなか育てないようにしてるっていう感じなのかな。そうですね。あれ畑に植えちゃうともうグイグイはいいっちゃいますからね。でもほらああいう木の流れとか黒松のこれね、こういうの見ても流れがあって綺麗だなってやっぱ思いますね。これもこう見ると不等辺三角形だと、盆栽っぽいですね。盆栽っぽいですよね。これ栗林公園、この後ろのこの山もね、そうですね。町の中にあるんだけれども、栗林公園って高松駅からだったら車でバスとかで10分ぐらいじゃないですか。バスで10分ぐらい。結構近いですよね。本当町の中にある。町の中にある。あれ鶴亀松だっけ。今ちょうど職人さんが手入れしてる。そうですね。トシさん常々盆栽職人は庭木も剪定できるんですよとかって偉そうに言ってるんですけど、どうですか？僕は行ったことないですね。これ鶴亀松って石付きの黒松ですね。これがこの栗林公園の中では一番綺麗な黒松って言われてて、確かにこう見ていただくと枝もこう棚になってるんですよね。盆栽でもこう棚を作っていくっていう作業をするんですけど、で盆栽みたいにこう針金を巻くわけにはいかないんですよ、こういうでっかいのは。だから多分木で支えたりとかして枝を刃が上にグッと向いてる感じ、盆栽でも同じようにこういうふうに作っていくんですけど、すごく綺麗だなっていう。ぜひこれは栗林公園来たら見ていただきたい一つですね。これは黒ですか？赤ですか？これも黒ですね。これは赤かな？これ赤っぽいですね。これ赤ですね。赤いしね。幹が値上がりの菓子。値上がり菓子。値上がりの菓子。これ値上がりなんや。ね。どこまでが値であれなんですかね。ここら辺ってちょっと変わってるんですよ。っていうのもめちゃくちゃ枝が動いてるのを下から見れるんですけど、面白いんですよね。これこそなんか盆栽を下から見てるような。そうですね。ここ初めて見た時は面白いなと思いましたね。盆栽も僕たちは下からこうやって見たりするんですけど、その時の盆栽を下から見た感じとちょっと似てるのが
すごいね、ほんと枝がすごいですよね。うん面白い。ああいう下がってるのとかもはい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 。面白いですよね。盆栽だとああいうの矯正しちゃったりとか切っちゃったりしますけど、こういう大きな木だからこそなのかもしれないですけどね。で盆栽の場合だとこうもっと細かい枝をたくさん使うんですよね。結構間延びしてるんですけど、間延びさせてるのかもしれないですけど、どうしてもコンパクトにする必要がある盆栽は、だから中の方の枝を大事にするっていう、もっとこう枝の根元の方にある枝とかも大事にして、そこら辺はまあ違うと思うんですけど、これはでもこれで綺麗だなと思うし、やっぱこう動きがあると生命力を感じやすいというか、純粋に面白いですけどね、盆栽抜きにしても。うんそうね。この時期は春になった桜で、まあ新緑も綺麗だし、はい、紅葉も綺麗だし、紅葉も綺麗だし、僕もね言っても多分4回目ぐらい。あ、そう。はい。まあでも県外の人で4回来てるって言ったら結構あれなんじゃないですか、ね。まあそうですよね。だ海外の人も結構来たりしますし、うん、まあ今コロナではねあれでしたけど、うちに来た研修生が行きたいとか、やっぱ盆栽が好きな人とかはやっぱこういうとこ来ても癒されますよね。この古い建物。お屋敷ですかね。中でお茶したりできますから。そうですよね。僕庭はそんな詳しくないですけど、はい、でもこう日本の美しさというか、こう間を使うじゃないですか。庭園のね。庭園に。それがもう何とも言えないですよね。あなんでこれで美しいって思うのかですかね。外国の人に何か説明するときに難しいよね。難しいですよね。わびさびみたいなのを含めて。何もないから美しいみたいな。まあでも伝わるんかな。これが値上がり御用松。もう有名な松ですね。でっか。太い値上がり。もともと盆栽だったんだ。前ね。もともと盆栽だったんだ。こんなにでこなる？1833年。今が2023だからもう290 90年です。190年です。でも約200年でこんななります。でも元のサイズが知んないけど。すごいよね。まあまあそれなりの大きさではあったんだろうけれども、とはいえ盆栽サイズやからね。でも見応えがありますよね。こう下から見て。あれなんやね。葉っぱのサイズっていうのは盆栽もこの大きい木もそんなに変わらん。ちょっと大きいぐらい、ね、ちょっと大きいぐらいですね。だからやっぱ小さいのがやっぱこう理想とされてるんで、葉がシャリができてますね。あれが自然のシャリ。確かにシャリってる。でもあの先も切ってるよね、多分。切ってますね。だからあそこ先を切ったからあそこが自然にシャリになった。シャリになった、はい、自然にシャリになった。まあ切ったからシャリになった。人面魚いるの知ってますか？よし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 。ちょっとこの辺りの木は何かな。これ桜とかかな。ここら辺はね、もみじかな。もみじだね。栗林公園のね綺麗な動画は多分いっぱいあると思うんでね。そうですね。香川県観光協会さんの YouTube 動画。撮りました。日本一詳しい栗林公園を解説している動画だと思うんですけど、それ見ていただくとさらにこの栗林公園の良さが分かると思うんですよ。海外の人は特にそうですね。英語で撮ってるので概要欄に載せておきます。ぜひあれ見てください。ほら県外町のあれもまた何とも言えないですよね。僕初めてですかね。ああいうの僕好きなんですよね。庭園で船に乗れるのは栗林公園だけらしいですよ。そうなんですか。日本の庭園の中では。マジですか。めちゃくちゃ僕乗ったことないですよね。乗ったことないんや。やっぱこういうのって一見すると盆栽に関係ないじゃんって思うかもしれないですけど、どっか頭の中で覚えてるんですよね。こういうところで見た木の形とか好きな木とか、
でそういうのが盆栽を作っていく上で結構生きてきたりするんですよ。盆栽好きな人はぜひここにも来てほしいですし、日本庭園とかね、そういうのを見に行っていただけるといろいろ本当勉強になると思います。痛い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 。人面魚がいるんですか？人面魚、ほらほら、あれ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 、金のやつ、人面魚。普通じもう完全に目と鼻と口じゃないですか。それどのコインにもある。あれだあれ、あれほらどれどれ人面魚、ほらみんな口は上に向いちゃうからちょっとちょっとガッチリ、ほらちょっとここ丘を登っていくんですけど、これ平井峰っていうところなんですけど、登ったところがね一番綺麗な景色、この栗林公園の僕が大好きな景色なんですよ。ちなみに鯉なんですけど、今の時期は餌やらないんですよ。っていうのもですね、胃袋がなくてですね、鯉って、今の時期ダイエットって考えていただければいいかな。そうなんですよ。今食べなくても今は全然生きていける、ああいう綺麗な鯉をね、全然大丈夫なんで、今の時期はあげないっていうのが決まりですね。これはもう基本の木。はい。ガイドの方が言ってくれる。なんで言うんですか。なんで言うんですか。僕の知識としてこう。盆栽の知識だけ。ご覧あれ。ちょっと工事してるから、ちょっと工事してますけどね。でもあそこに綺麗な橋があって。そうなんですよ。桜の時期とかもここからなるほど。この山の感じと、はい、山の感じとこの池と菊月亭が奥に見えて、栗林公園の写真って言ったらここから撮ってる。そうですね。だからこうズドンといかない感じとかね、こう奥にこう景色があって、奥行きがあってっていう景色、この景色がね、やっぱこう何回来ても綺麗だなと思いますね。僕ふと思ったんですけど、京都とか石川みたいに、なんか着物を着れる場所ってあるんですか。その着物着てこう中を歩けるような。着物はどうかな。浴衣はこの先のお店であるんですか。ある。それ着れるんですか。花園亭さんで多分着物ね食べてます。なるほど。はい。そして盆栽持ってるっていうね。そうなの。ほんまや。この値上がりかっこいいな。ちょっとおいくら8号っす。そんなもんすか。バグってるかな、もう感覚が。どう妥当なのかな。いや、観光地価格なんじゃないかなと思うけどね、基本的には。気持ちちょっと高いぐらい。なんかめちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高くはないですよね。苗も売ってるから。右の方が高いのか。17万。わお。どっち？針金もかかってますね。かかってます。荒掛けみたいな感じだったんですね。なんとなくの形作る。難しいな。倍違いますからね。そうですね。本当は触ってこう枝とかこう下げて幹の感じとか見たいんですけど、多分それできない。どっこいどっこいだったら左の方が得ですね。そうです。左の方が得。若い人もいるんですね。いる。だって香川県来たら来るでしょ。栗林公園と思うけどね。来るか。香川県民が推す香川県の観光地ってなると、栗林公園、金毘羅山、あとその瀬戸芸やってたら瀬戸芸の瀬戸内の島々っていうのあるけど、島いいですね。瀬戸内の多島美というか、多い島の美というか多島美を見れる場所がどこかってなると、紫雲出山とか。紫雲出山っていう山が西の方にちょっとあるんですけど、ニューヨーク・タイムズかなんかで世界の行きたい場所10位以内に入ったみたいな。マジですか。桜の綺麗な山があるんですよ。そこから見る景色っていうのが。一周ぐるっと、一周って回れてないところもあるんですけど、ぐるっと回ってきました。本当に松がとにかく多いし、美しい松もたくさん見れたので、今回この企画で
職人としての目線でっていうのをやりましたけど、僕普段そういう風な目線はこう意識しては回ってなかったので、僕自身も楽しめましたね、すごく。でとにかく栗林公園ってやっぱすごくおすすめですし、アクセスもいいので、ぜひ盆栽好きの方来ていただければなと思います。紅葉の時期でもいいですし、春でもいいですし、はい、いつ来ても楽しめると思いますので、ぜひ、お越しください。それでは今回はこんな感じで、バイバイ。